はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい。ということで今日は、超なんとなく日本の迷信について話したいと思います。いきなり声が大変失礼いたしました。はい、最近ちょっと声の調子が悪くて。はい、ということで、日本の迷信についてお話しするんですけど、皆さん迷信って何か知ってます？迷信、ね。迷信とは今ちょっとねウィキペディアでちょっと見てみているんですけれども、人々に信じられていることのうちで合理的な根拠を書いているもの。はい、みんなが信じてるんだけど、なんか合理的な根拠がないっていうことですね。はい。証拠がないみたいなものですね。はい。例えばね、世界的に多分有名なのは、四つ葉のクローバー。四つ葉のクローバーを見つけると、なんか、ラッキーみたいな、あるじゃん。ねえ、本当かよって、誰が決めたんって思うじゃん。ああいうのが迷信ですね。うん。いろんなね、迷信が世界中にあって、その国とかその地域でね、違うと思うんですけど、日本で迷信めちゃめちゃいっぱいあるんですよ。で、もう現在進行形で信じてる人がたくさんいます。はい。本当に。結構迷信を、信じるというか、もはやなんかルール、文化みたいな。なんか無意識にその迷信に従っているみたいなことが多いですね。ちょっと日本らしいですね。こういうなんか、誰が決めたかわからないルールみたいなのを守り続けるみたいな。はい。なんでこの迷信あるんだっけみたいな。理由わかんないけど、とりあえず守ってこうみたいな。結構あります、そういうの。はい。ということで今日はいろんなね、迷信について話していきたいと思います。で、迷信はね、大きく3つに分けて、グループというか、を作りました。はい。1つ目はですね、なんか普通の迷信。2つ目は、なんか幸運が訪れる系の迷信。幸運系の迷信ですね。で、3つ目は怖い系です。はい。もう本当にいっぱいあるんで、今日すべてはね、紹介もちろんできないんですけど、よく一般的に信じられているものとか、私が子供の時に信じていたことについて、紹介したいと思います。はい。はい。まず一つ目はですね、迷信というよりは、食事マナーにもちょっとつながる、テーブルマナーにもつながるので、皆さんこれ絶対に日本に来たらやっちゃいけないものって感じですね。はい。一つ目、ご飯に箸を突き立ててはいけない。はい。ご飯に箸を突き立ててはいけない。はい。これはなんかどういうことかというと、ご飯は、米ですね。米に箸を、刺す感じですね。真ん中にぐさっと。はい。これ絶対にダメです。これはなんか他の国ではどうなんだろうね。わかんないけど、日本でこれは絶対にタブーですね。はい。由来、なんでこの迷信が伝わってるかというと、お葬式の時に亡くなったすいません。亡くなった方に備える枕飯と同じだから。枕飯っていうのはですね、言えないね。亡くなった方にお供えする、あげるみたいな感じです。お供えする枕飯という、なんていうの、ご飯があるんですよ。懐石料理みたいな感じの、なんていうんだろう、ああいうの。ね。あるんですけど、そこでご飯に箸を突き立てるんですよ。パッと。ね。だから、日常的にそれをやると、ちょっと死を連想するというか、失礼というか、っていうことがあるので、絶対にレストランとか、友人のお家とかでこういうことをするのは、控えた方がいいと思いますね。次、てるてる坊主を吊るすと晴れる。てるてる坊主ね、確かにこれも迷信ですね。私は子供の頃なんか、旅行の前日とか、運動会の前日とか、なんか楽しみにしている日の前日、よくてるてる坊主作ってました。なんか天気予報が明日雨らしいみたいな。やばいみたいな。明日雨、遠足なのにみたいな感じで、てるてる坊主作ってましたね。皆さんてるてる坊主知ってますかね？てるてる坊主っていうのはよくアニメとかよく出てくると思うんですけど、なんか白くて、なんか布とかティッシュとかで作るんですけど、白い
やつ。で、窓にペッて吊り下げるんですよ。で、顔とか書いてね。はい。で、そうすると、次の日晴れるみたいな、迷信があって。はい。で、これのね、由来私全然知らなかったんですけど、仏教の修行僧、坊主が天に祈って雨を止めると信じられていたことから。はい。農作物のために天気を願う風習から広まったと書いてますね。へえ。確かにね、てるてる坊主って言ってるから。坊主ってこれはもう修行僧ってことだね。お坊さんなんだね、仏教のね。が祈ってると雨を止められるって。うわ、素晴らしい。はい。スーパーナチュラルなパワーですね。はい。で、農作物のため。やっぱそういうことなんだね。昔から。野菜とか畑とか米とかを無事にちゃんと育つようにということで始まったのが、日常的にの風習になったということですね。はい。次はですね、どれにしようかな。もういっぱいありまして。これね、面白い。歯を投げる。歯を投げる。はい。子供の時ね、乳歯あるじゃん。子供の歯って乳歯って言うんだけど、なんだっけ。その乳歯が抜ける時に、上に生えていた上の歯は下に投げて、ペチって。で、下の歯は屋根の上に投げるっていう風習がありまして、私これ実際にやってました。おじいちゃん家とかに行くときに、歯をわざわざ、なんか東京で歯が抜けるわけじゃん。ね。東京で抜けた歯をわざわざおじいちゃん家の大分県に持って行き、おじいちゃんの庭で歯を投げてました。で、これなんで投げてるのか私さっぱりわからなかったんだけど、知らない間にやってたんだけど、これはね、歯が生え変わるときに、上の歯は地面に、下の歯は屋根に投げると、まっすぐ綺麗な歯が生えてくると言われているらしいです。はい。皆さんもお子さんいる方ぜひやってみて。はい、歯を投げる。投げた歯はどこに行くんだって感じですけど。はい。細かいことは気にせず。はい。ってな感じ。こんな感じですね。普通の一般的なもの。はい。次はね、幸運系の迷信ですね。幸運系。まず一つ目。茶柱が立つと縁起がいい。これはみんな信じますよね。茶柱。茶柱っていうのは、お茶を入れた時に、お茶のなんか葉っぱみたいなのがあるんだよね。あれが、立つ時があるの。そう。で、立つ時にみんな、茶柱が立ったって言って、やったーみたいな感じで言います。はい。で、これはね、なんか由来は、お茶を入れた時、茶柱が立つのは珍しい現象で、めったに起こらない良いこととして、広まった。確かにね、茶柱立つのね、私今まで一回もないです。一回もない。めちゃめちゃレアです。はい。レアすぎてこれがあると縁起がいいという迷信につながってるんですね。はい。皆様お茶を入れた時、確認してみてください。なんかお茶の葉っぱみたいな茶柱が立っているか、横に寝ているか。はい。次。朝の雲は縁起がいい。ほう。雲ですね。雲って結構何かと、なんか仏教とか神道とかでも雲はなんかこう、雲とか蛇とかは結構こう、いろんなお話に出てきますね。はい。で、朝の雲は縁起がいい。はい。由来。朝雲は神様のお使いとされ、良い知らせを運んでくると言われた。逆に夜の雲は泥棒の象徴ともされ、不吉。あら。はい。朝はいいけど夜ダメだね。結構ね、この朝と夜というのは、この陰陽師的なものだよね。はい。陰陽師的な、につながってるよね。はい。だからもしかしたら中国とかも同じようなことあるかも。はい。朝の雲は縁起がいい。はい。基本的に雲は殺しちゃダメっていうのは日本で結構言われますね。私もあんまり雲殺さないです。
理由は、ちょっと可愛いからっていう理由があるんですけど、はい。クモは別に悪いことしないクモをあんま殺さないですね。うん。無駄な殺生はよろしくないですから。はい、無駄な殺生はね。はい。次、縁起がいいもの系は終わりかな。これがありますね。初夢に一富士二鷹三なすびが出ると縁起がいい。はい。これよく言いますね。初夢っていうのは、一年で一番最初に見る夢なんですけど、これ何日目だっけな。初夢はいつだ？ちょっと調べよう。初夢というのは1月2日の朝、そうだね。1月1日に寝るじゃん？ 1 月1日に寝るの。1日に寝て、1月1日から2日にかけての夜に見る夢を初夢って言うんですよ。で、日本人は結構この初夢大事にしますね。はい。初夢何だったとかよく話します。何の夢見たみたいな。いや、俺夢見なかったわとか。ね。ありますけど、この時に、一富士二鷹三なすびが出ると縁起がいい。この一富士二鷹三なすび。一富士二鷹三なすび。いいリズムですね。はい。これはね、みんな覚えております。はい。これを見ると縁起がいいっていう理由はですね、江戸時代のね、徳川家康。はい。将軍ですね。徳川家康の好きなものが、富士山、鷹、那須。はい。と言われていて、江戸時代に広まっています。はい。語呂も良い。はい。言葉のリズムもいいということですね。語呂も良い。一富士二鷹三なすび。なすびは那須と同じですね。ただこれは別に徳川家康がナス大好きみたいな感じじゃないですよ。別にナス美味しいみたいなそういう意味じゃないです。はい。なぜ、富士山と鷹とナスがいいかというと、連想するものですね。富士山は日本一。はい。で、鷹は強い。うん。で、ナスはこれは別の意味で成功のせいで巣と書いてナスっていう言葉があるんですよね。成功するみたいな意味です。はい。なので富士山は日本一、鷹は強い、那須は、成功の意味から、この夢を見ると縁起がいいと。はい。これが徳川家康の好きなものだった。はい。将軍っぽいですね。ということ。皆さんも初夢、チェックしてね。うん。次。最後ですね。怖い系です。怖い系がね、めちゃめちゃいっぱいありますね。はい。まず一つ目。寝言に返事をすると魂が抜ける。これはよく言う。寝言ね、寝ている時に誰か喋ってる時あるじゃん。なんか、むにゃ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 みたいな。それに、何とか、どうしたのとか、返事をすると、魂が抜けてしまうという、迷信があります。これめっちゃよく言われます。で、由来はですね、夢を見ている時に、魂が体を離れているという考えがあり、幽体離脱ってやつですね。魂が体を離れているという考えがあり、話しかけると、魂が迷子になり、戻ってこれないと信じられていた。みんなやめとき。誰かが寝言言ってたら、どうしたとか、何って言っちゃうと、その人戻ってこれません。はい。気をつけてください。はい。怖いですね。次。写真の真ん中に写ると早く死ぬ。いや、これは、マジもう死ぬって言っちゃってるね。早く死ぬって言っちゃってる。はい。で、由来。仏壇に遺影を飾るとき。はい。遺影っていうのは死んだ方の写真とかをね、日本の仏壇では飾るんですけど、それをね、中央に置くことが多いため。確かにね、遺影は中央に飾ります。はい。また、昔の集合写真で亡くなった人が中央に写っていたという噂話が由来。らしいです。はい。だから皆さん写真を撮るときは端っこに行きましょうね。はい。いや、私真ん中大丈夫みたいな。違う人に、真ん中行きなよって言って自分は端っこに行ってください。はい。
最低。はい。次。まあこれはですね、怖いというか、まあ怖いわけではないんだけど、これはね、めちゃめちゃ、多分迷信の中で最も守られている迷信なんじゃないかと思うんですけど、北枕で寝ると死を連想する。はい。北枕ですね。枕を北にするという意味です。これめっちゃみんな信じます。はい。普通に引っ越しの時のベッドの位置とか、北に頭を向けちゃいけないから、北どっちだとかみんな調べますね。で、なんか、キャンプとかお泊まりとかする時も、北を調べたりする人結構います。はい。で、由来はですね、仏教では死者を北枕で寝かせる風習があるため、生きてる人が北枕で寝るのは縁起が悪いとされている。ということですね。はい。だから日本で、仏教徒の中で、言えないね。亡くなった方って。もう全然言えない。亡くなった方は、北枕で寝るから、私たちはそれをしない方がいいということ。はい。らしいですね。はい。あと最後ですね。最後、もっといっぱいあるんだけど、最後ね。霊柩車を見たら親指を隠す。はい。霊柩車を見たら親指を隠す。霊柩車っていうのはですね、見たことある人いるかな？亡くなった方が乗っている車ですね。霊柩車。はい。亡くなった方が乗っている、救急車じゃないよ。救急車じゃなくて霊柩車。お葬式の時に、出る車ですね。はい。霊柩車と言いますね。たまに見ますね。街でね。で、これはですね、親の死を防ぐためです。で、親指っていうのはやっぱり親を意味するため、霊柩車を見るときに親指を隠すと、親が早死にするのを防げると言われています。はい。霊柩車見たら親指隠してってよく言われました、子供の時。親指隠してね、みたいな。はい。ただ、これもう一つ由来があるらしくて、霊が爪の中から入ってくるらしいのね。親指の爪と指の間から霊が入ってくるっていう風に言われてるらしくて、だから親指を隠すという説もあります。はい。みたいな。なんで爪と指から入ってくんねんって思いますけど。昔はそう信じられていたようですね。はい。ということでいかがでしたでしょうか？皆さんの国と一緒っていうのもあるかもしれない。特に仏教系のこととかね。はい。もしくはなんか似たようなものあるよとか。ね。これ面白いねって思った、迷信があれば、ぜひ、コメントで教えてください。はい。今日はこんなところで、以上。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。そして、インスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。そして、サニーサイドジャパニーズ、私のグループクラスの、ポッドキャストもあります。サニーサイドジャパニーズポッドキャスト。他の先生たちとたくさんいろんなことを話してますので、ぜひチェックしてみてください。もっと自然な日本語を聞きたい方、ね、おすすめです。そしてもう一つ、ゆうゆうさんと一緒にやっている春とゆうゆうのゲームで日本語というゲームについて話すチャンネルがあります。はい、これは不定期でやってるんですけど、ぜひこれもフォローお願いいたします。はい。あとはなんだ、サニーサイドジャパニーズね、グループクラス、新しいメンバー募集しております。はい。なんかどんどんメンバーが増えて嬉しいですね。はい。最近ね、ゲーム部で、部活があるんですけど、ゲーム部でスターデューバリーをみんなで始めまして。スターデューバリーっていうゲームはね、農業系の牧場物語的なゲームなんですけど、マルチプレイがねマックス8人でできるということで、
まあ最大8人になるんですけど、みんなでやってます。はい、8人でやると早いね。何でもすぐなんか畑に水とかすぐできるね、何でもできる。まあ問題はね、コミュニケーションがカオスになるということですねわちゃ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 、わー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 、まずでも楽しんで、はい、メンバーにぜひ入ってゲーム部とか、他にもいろんな部活あるので参加してみてください。はい。そしてペイトリオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンでは漢字と言葉の学習を毎週行っております。漢字勉強したい方、一人で勉強できないっていう方、ぜひ参加してみてください。毎週末に、漢字のまとめテストがあって、このテストの問題は結構いろいろ考えながら作ってるので、はい。あと JLPT N3 レベルの読解練習もその勉強した漢字を使って作っています。はい。なのでぜひ、面白いかなのでぜひ入ってみてください。以上かな。はい。最近なんかあったかな。最近はねちょっと引っ越しがあって、それでね結構バタバタしてるんだよね。はい。まだねこの引っ越しした先のお家がまあ知り合いの知り合いの知り合いがオーナーなんですけど、まだね工事が終わってないんですよリフォームが終わってなくて、はい。で家具とかもまだね全然ないので、はい。ちょっとまだ不便な生活が続きますけれども、ちょっと忙しいんですけれども、とてもねいいところで、隣の家の猫ちゃんがね遊びに来るんですよ。これがね最高もうね隣の家の猫ちゃんがね遊びに来て、しかも黒猫で、そう超可愛いんですよ。もうね帰らないでっていつも隣の家にね帰るんですけど、いつもねこっちに遊びに来たら帰らないでずっとそこにいてっていうぐらいね超可愛いんですよね。はい。ということで皆さん、もうすぐ6月ですけれども、5月も最後まで頑張っていきましょうね。はい。それではまた次回。さようなら。